ウェールズを代表する国立公園スノードニア周辺の町々、そして北ウェールズ全体ではウェールズ語は今日でも日常的に聞こえてくると言われています。ヨーロッパ最古の言語の一つでもあり、ウェールズのアイデンティティを象徴するウェルシュ。北ウェールズは長い間ウェールズ語の中心地としてみなされていて、今日ウェールズ全体の人口の約 20% しかウェールズ語を話さない中、北ウェールズの一部では 70% 以上もの人々がウェールズ語を話しているとのお話があります。しかし、イングランドの国境に近いレクサムなどの都市部では存続が課題になっています。ウェールズ語はこれまでどういう課題に直面し存続を図ってきたのか見ていきます。皆さんこんにちは、シンです。今回もウェールズから、ちょっと動画をお届けできればと思います。前回に続きね、レクサムっていう街からお届けしているんですけれども、今回はこのウェールズ語の衰退についてお話をしたいなと思います。ウェールズ語っていうのは、ウェールズ全体で見たときに北部の地方が、より使われているよっていう情報を見たんですけれども、現地人の方とお話しさせていただいた結果、レクサムってまだやっぱ使われてないらしいんですよね、あまり。なんですけど、レクサムよりさらに上の、町とかに行くとまだウェールズ語っていうのが、多く使われているみたいです。というのもですね、レクサムってとはいえイギリスから10キロ20キロしか離れてないので、やっぱり英語が主な言語になっちゃってしまっているようです。で、このウェールズ語についてなんですけれども、もともとケルト人が、使ってた言語の一つらしいんですよね。で、ケルト人の時代ってもうそれこそ500年とか、600年代の話になるので、1500年前から、使用され続けてるっていうような言語に、なります。で、このウェールズ語の衰退って、まず産業の、衰退にも影響してるんですけれども、移民の、流入っていうのも増え、そこでもウェールズ語が使われなくなりますと。で、この衰退で、一番大きな影響があると言われているのがウェルシュノットっていう、政策というかシステムだそうです。これどういうものかというと、例えば学校で、ウェールズ語を喋っている子供がいたとするのであれば、その子供にですね、木製の札っていうのを首からかけるような、ものになっていて、ある意味こう見せしめというか、戒めというか、罰みたいなものになっていたそうです。で、これをかけることによってですね、この子供は、ウェールズ語を喋ってるよっていうので、相当、そこに対して、ネガティブな、思いはあったんじゃないかなと思います。で、この木製の札を、首からかけるんですけれども、これってもう教育機関が実施していたものになるので、やっぱりもう政府というか自治体というか全体が、このウェールズ語に対して排他的な意思というか、考えはあったそうです。で、なんでこのウェールズノットっていう、取り組みがあったのかというと、当時はですね、英語が進歩的だ、っていうふうに見られていたんですよね。なのでウェールズ語は、あまりこう時代に、そぐわないっていうような考え方でいて、やっぱり時代を先進するのであれば、英語を取り入れる必要があるよねっていうので、ウェールズ語を、排除しようというような動きだったそうです。で、それが続きですね、20世紀中頃までウェールズ語っていうのが、だんだん衰退していく話になるんですけれども、1962年に、サンダースさんっていう方がいるんですけれども、この方は、BBC のラジオ放送の中でですね、このウェールズ語の存続の危機を訴えていたそうです。なのでこの放送をきっかけに、ウェールズ語を再び蘇らせようみたいな動きが、始まったそうです。そこからウェールズ語協会が結成されたり、あとはいろんな抗議活動っていうのはあちこちで、されていたみたいなんですけれども、例えばその道路表記とかはもともと英語しかなかったらしいんですけれども、その方、の、活動とかにより英語とウェールズ語、両方表記されるようになったりしていったみたいで、最終的にはですね、1993年にウェールズ語法っていうのが制定されましてですね、これは、ウェールズ語は英語と同じぐらいの、地位的な価値はありますよっていうようなものになっていったそうです。で、言語を残すとしたらですね、やっぱり一番重要な施設というのは学校なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、現在ウェールズではですね、全ての学校ではないと思うんですけれども、ウェールズ語で授業を行うっていうような取り組みがなされているみたいです。
なので、一つの言語のクラスとして、ウェールズ語を教えているのではなくて、全科目で、ウェールズ語を使って、教育をするみたいな取り組みが、あります。でこれによってですね、ウェールズ語っていうのが日常でも使われるようになりですね、現在ウェールズ出身の、アーティストだったりインフルエンサーだったり、いるようで、このウェールズ語っていうのが日常生活でも使われていくっていうようなことが起こっています。でこのウェールズ語の存続における課題っていうのも一個あってですね、話によると、このウェールズの北西部にスノードニア国立公園っていうのがあるんですけど、そこの近辺っていうのは、比較的ウェールズ語が話されている地域になっているみたいなんですよね。なんですけど、それら地域における、不動産の、売買っていうのがされていて、英語圏の方々が、移り住むまたは別荘として買っているので、やっぱりウェールズ語があまり使われてないっていうような状況が起こってるんですよね。なのでそういったことからも、このウェールズ語が果たして存続できるかどうかっていうのが一つの課題になっているそうです。やっぱりその学校でせっかく習ってきたこのウェールズ語を社会でどう使うかっていうのが気になるところではあって、ここもね、英語がメインで聞こえてくるようなイメージはあるので、そうした時にウェールズ語は果たしてじゃあどこで使われるのかっていう疑問は残る感じはします。言語は単なるコミュニケーション手段ではなく、文化、そしてアイデンティティを意味すると言われてきました。そんな中、ウェールズ語は6世紀にまで遡る文化的伝統を持ち、現在も芸術、文化を生み出し続けています。特に年配のウェールズの人にとって、ウェールズ語は単なる言語ではなく、母国を象徴するものでもあります。英語の勢いに負け、高齢になった方々がこの母国語をしっかり次世代に伝えられないまま亡くなるたび、ウェールズ文化の一部が失われているようなものです。そしてウェールズのアイデンティティの重要性をイギリス王室も認識していました。1969年、現在のチャールズ国王、当時プリンス・オブ・ウェールズは戴冠式の準備の一環としてアベリストウィス大学でウェールズ語を学び、カーナボン城での演説では一部をウェールズ語で行いました。これは王室によるウェールズ語の重要性を認めた象徴的な瞬間であり、ウェールズ語が持つ歴史的根強さとイギリスとの複雑な関係を浮き彫りにしました。で現在いろいろこのテクノロジーの進化に合わせてですね、ウェールズ語っていうのもその流れに乗っていて、例えばその言語学習アプリのドーリンゴっていうのがあるんですけれども、そのアプリではウェールズ語っていうのが学習できるようになっていますと。あとは Google 翻訳だったり、Microsoft の AI だったりっていうところでも、そのウェールズ語っていうのも対応してますし、精度もそれなりにいいっていう話はあります。なんですけれども、これ何度も申し上げているように、その一つの言語を学習するのとそれを実際応用するのって全然話が違うので、こういうその学習できる場っていうのがあったとしても、それが日々の生活に応用していけるのかっていうところはやっぱり気になるところではあります。でこの長い歴史で見ていった時に、ウェールズ語って一時期はもうそのウェルシュノットっていうので、存続の危機が危ぶまれてはいたんですけれども、なんとか、存続をしているような状態で、今後どうなるのかっていうのはちょっとまだ、先があまり見えてない気はします。皆さんはどう思いますでしょうか。で私自身レクサムいろいろなところもあったんですけれども、まだこう英語がメインで話されてるなっていうような印象はありましたし、その反面街のあちこちではですね、英語とウェールズ語、両方の表記があって、それはそれですごくいいなと思いましたし、10キロ20キロしか離れてないこのレクサムでウェールズ語がちゃんと使われているなっていうのは、すごく素敵なことだなとは思いましたが、果たしてどうなるのか。ということで今回の動画はこちらで以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。